今の記憶を持ったまま10年前へ戻れたら同じ人生選びますか？僕は19歳で韓国を離れ日本へ来ました。判断材料はたった2週間の日本旅行だったんです。日本の大学生活も就職事情も知りません。それなのに人生の拠点を日本へ移しました。かなり危険な選択だったと思います。日本で来たことで博士語、仕事、日本語、友人とか、そして妻も出会えました。そしてですね、両親と過ごせたはずの10年間も失いました。もし全てのことを知った今の僕が19歳に戻れたら、それでも日本行きの航空券を買うのか、今日は正直に答えていきたいと思います。まず一つ目の話はですね、僕はたった2週間で日本を選んだということです。10年前、僕が日本を選んだ最大の理由は、就職でも学歴でもありません。日本で暮らしてみたかったからです。僕は当時ですね、日本の野球文化が好きだったんですよ。プロ野球だけではなくてですね、過去の部活文化いいなとか、地域で草野球やっているそうな人たちいいなとか、河川敷のグラウンドいいなとか、年齢や職業が違っても、みんなたくさんある野球場で野球楽しんでそうだなっていうのが良かったんですね。で、それがきっかけで、日本旅行に一回来てみることにしました。で、一度思ったのは、顔も似ているんですし、橋も使うんじゃないですか。だって世界から見れば、韓国と日本はかなり似ている方なんだと思いますよ。でも、やっぱり、細かいとこまで見ていくと全く違ったんですね。例えば、日本は他人へ迷惑をかけないように徹底するだったりとか、公共の場所では声を抑える、電車でバスで電話しないという、自分と他人の領域を分けるっていうこと、これ面白かったんですね。こんなに近くて世界から見れば一番似てる国なのに、なぜこんな細かな考え方の違いが出たんだろうなっていう疑問があって、こういうのが一つ一つきっかけとなって日本で生活してみたかったっていうことがありますね。そして、親元を離れたかったっていうのが、正直その頃にはありまして、家族に守られたっていうか、あまりにも勉強されててだったりとか、みんながいて、そのまま乗っかるというよりかは、自分一人で自分の道を自由に選んで、自分の選択で生きてみたいなっていう、全部自分で処理する大人になりたくて、日本留学決めて、運よく試験受かって、日本語を、韓国で半年、日本で半年学んで、九州大学に進学したんですね。で、当時の判断に十分な情報があったかというと、そこまでではなくて、だって僕が知っていた日本というのは、旅行者として見ていた数週間、せいぜい数週間だけの日本ですね。ホテル清潔、電車正確、食事美味しい、店員親切。でも、旅行では、例えば外国人が部屋を借りる難しさも、研究室の人間関係も、日本語で試験を受ける負担も、就職活動で、日本人と競争する難しさも見えなかったですね。2週間の旅行で数十年続く人生を決めたわけであります。今の僕ならですね、絶対同じ決め方はしないですね。情報足りてないんですもん。もし僕当時に戻れるとしたら、たくさん人に会ってみたり、日本旅行でうまくいかないケースを考えてから決めたんじゃないかなと思いますね。でも当時僕ソウルに残るって選択をしてたら今どうなってるんだろうなと思ったりはします。2番目の話はですね、じゃあ日本ね来なかったら何を得て何を失ってたの的な話をしてみたいと思います。もし日本に来なかったら韓国の大学へ進学したんじゃないかなというふうに思いますね。僕そこまで頭がいい人ではないので、めちゃめちゃ頑張って、どうですかね。日本の学部でも難易度っていうのがあると思うんですけども、難易度で言うと、いわゆるマーチと呼ばれる大学群が、その内容的には僕が目指せるような感覚だったんじゃないんですかね。でそこで応用科学を学んで大学院行って就活して、中堅企業に入って、ソウルで、電車で会社に通って、週末はカンナムとかで食事したりだったりとか、そういった人生が続いていたんじゃないかなというふうに思います。その人生も十分に、幸せに生きていたんじゃないかなとは思っています。韓国に残っていれば、それよりも、
得られたものはありまして、家族のとの時間ですよね。日本へ来てからですね、やっぱり両親と話せるっていう時間が1年に一度数時間だけってなったりすることもあるんですね。もちろん電話はできるんですけれども、特別な事情ある限り、電話するような家庭ではないので、やっぱり会う時間、話す時間ないですね。1年越しに韓国に帰ったら、母と父の変化、歩く速度とか髪とか、ちょっと老け感だったりとか、ライフステージの変化とか、その家具の変化とか、そういったことをたまに感じていくわけでもありますね。母国語だけで生活する安心感だったりとか、韓国に帰れたらうまく生きていけるのかなっていうのは、10年ぐらい住んできたら、ちょっと分かれ目になるんですね。何かっていうと、日本語今9年間ぐらい使ってるんですが、完全な日本人にはなれないんですよ。日常会話こうやってコミュニケーションはできるんですけれども、プロフェッショナルな日本語ができますかっていうのは全く別の話でありますよね。日本で社会人として日本の企業と取引をするのであれば、高度な技術とか事業戦略だったりとか、それを完全に理解して、完全に同じような言語、美しさのある日本語を喋る必要、書く必要あるんですね。例えば防衛、航空、公共、地域密着型の企業ってなった時に、この日本語の微妙なレベルの低下によって、やっぱり信頼度って少しずつ低くなっていくわけであります。あと、地元のローカル企業ってなった時に、日本出身がやはり日本文化詳しいんだろうなってことで求められる場面もあります。これは十分理解していますし、別にそれが悪いとかで話じゃないんですけれども、日本に来て外国人として生きているから、日本でも韓国でも少しずつ失っているものとか、得られないものってことが、見えてきたわけではありますね。でもね、やはり得られたものはたくさんありますね。僕、旧大で学部学んで、東大で修士博士号を取って、日本語、韓国語、英語も、ちょっとは喋れるようになったんですね。だから僕が飯を食っていく道っていうのは、こういった、特別性を活かすっていうのが一番いいですね。こうやって YouTube 撮ってるってこともそうですし、K-POP アーティストが日本に来た時に通訳もたまにしたこともありますし、ビッグサイトでの、展覧会っていうのも、バイトで通訳やったこともありますね。YouTube も先ほど話したんですけども、韓国にいる韓国人なら韓国文化知ってるんですが、日本にいる日本の皆さんに韓国文化を韓国人が紹介するっていうのは珍しいものですよね。だって僕はそこまで韓国文化専門家でもないんですけれども、多分僕より知ってる人山ほどいるんですけれども、僕は日本でこういう特徴性があるからこそ、こうやって喋れてるっていうのもありますし、日本に来て別の話をすると、妻に出会ったっていうのもありますね。だから日本に来て学べた、得たものは、韓国と日本両方を見て、自分はどのような価値観が欲しいのだったりとか、どのような違い、それはなぜ生まれてるのか、どっちの人は何を求めてるっていうことを、自分の頭で理解して、時には引き出しみたいに使い分けてだったりとか、こういったことをできるようになったんですね。3番目、最後の話はですね、10年前に戻るとしたら何をするの的な話なんですけれども、10年前戻ったら日本選ぶのっていう質問に対して僕はもう絶対イエスと言いますよね。ただし、同じようには選ばないと思うんですね。だって2週間の旅行で学先人生選ぶってなかなかのことですよね。少なくとも複数大学行ったりと、本人と会ってみたりとか、留学生の話を聞いてみたりとかするっていうことはありますね。もちろん僕日本に来て、結果論ではあるんですが、日本がやっぱり誰にとっても最高の国なわけではありますよね。日本がやっぱり合う人もいれば合わない人も、それは日本人でもいるじゃないですか。僕はたまたまね、日本ととても相性が良くて、日本に住めて、とっても良かったなって個人的に思ってますし、日本に来たことについて、日本で生活してきたことについて、一抹の後悔ではないってことですね。日本という環境の中で、失敗も、購読もたくさん経験して日本語を覚えて、人と出会ってきて、今の僕がいるのではないかというふうに思います。僕が日本に来たのは2016年の9月の23日ですね。10年前のインチョン空港ですね。僕は福岡行きの片道チケットを握っていました。何も知らずに出発しようとしている19歳の僕がいました。夢のような世界が僕を待っているだろうと、これからその世界に飛び込むんですと、搭乗口に入りながら僕はそう思っていました。今の僕
僕がですね、その時に戻って、パックンに声をかけるとしたら、こう話すんじゃないんですかね。もちろん簡単ではないと。家族と離れたことを大変に思う日もあると。でも、そのチケット、手に持ってるやつ、捨てなくてもいいんですと。そして最後にもう一つだけ。日本へ行く前に、父と母と家族、お姉さんと、そして友達といっぱい食事、時間を送っておくっていうことはやっぱり大事ですね。皆さん、10年前に戻るとしたら何をしますか？ぜひコメント欄で教えてください。本日の話は以上です。パックンでした。何を